皆さんこんにちは、さやかです。皆さんは今年の夏、ユニバーサル・スタジオ・オーランドに新しいミニオンのエリア、イルミネーションズ・ミニオンランドがオープンすることは知っていますか？そうなんです。そして最近、ユニバーサル・オーランド・リゾートがこの新しいミニオンランドについての情報やコンセプトアートを公開したので、今日のマークサイロストインワールドではこのミニオンランドについて知られている情報やコンセプトアートを皆さんとシェアしていきたいと思います。それでは行きましょう。それではまずユニバーサル・オーランド・リゾートのユニバーサル・スタジオ・フロリダ・パークにやってくるイルミネーションズ・ミニオンランドについての簡単な紹介からしていきたいと思います。イルミネーションズ・ミニオンランドはミニオンとディスピカブル・ビーのフランチャイズに出てくる世界的に大人気のキャラクターミニオンがテーマになった新しいランドです。このミニオンランドができるエリアにはもともとシュレック 4D というアトラクションがあったんですけど、ディスピカブル・ミー・ミニオン・メイハムの成功を受けてユニバーサル・スタジオ・フロリダのイルミネーション・アベニュー沿いのエリアが全てミニオンをテーマにしたものに変身します。そしてここではミニオンカフェから新しいミニオンのアトラクションまで全てミニオンがテーマになった体験を楽しむことができます。前からあるディスピカブル・ミー・ミニオン・メイハムというミニオンのアトラクションには何も変更がなく、このミニオンランドが完成した後も通常通り運行が続行されますが、ディスピカブル・ミー・ミニオン・メイハムに加えてこのミニオンランドには新しいミニオンのアトラクションがやってきます。そしてこのアトラクションはイルミネーションズ・ヴィランコン・ミニオン・ブラストです。さっきこのミニオンランドができる場所にもともとシュレック 4D というアトラクションがあったっていうお話をしたんですけど、シュレック 4D は去年クローズし、このシュレック 4D がもともとあった場所にヴィランコンミニオンブラストができます。そしてこれは簡単に言うとここでしか体験できない真新しい完全に没頭的なゲーム体験になります。それではこのアトラクションのストーリーをシェアしていきたいと思います。ユニバーサル・スタジオ・フロリダで世界最大のヴィランコンペティションであるヴィランコンが開催されていて、皆さんはこのヴィランコンに向かっています。そしてここではビシャス6が新しいメンバーを見つけるために特別なチャレンジをセットアップしました。ちなみにビシャス6はミニオンズ・The Rise of Gruに出てくる歴史上最も名高いスーパーヴィラングループの一つです。そして皆さんはビシャス6の新メンバーになるためにこのチャレンジを勝利しないといけません。アトラクションに入ると皆さんはイルミネーターブラスターというブラスターを手に取り、動く歩道の上でヴィランたちに好印象を与えるためにたくさんのカオスを起こしていき、多くのポイントを獲得していきます。そして皆さんはこのアトラクション全体を通して別のビシャス6のメンバーやミニオンたちに出会うことができます。これはなんかすごいミニオンっぽいアトラクションですね。ミニオンたちってすごいいたずら好きではちゃめちゃって感じじゃないですか。でこのアトラクションはそのいたずら好きなミニオンのなんかスピリットをうまく捉えてる気がして、すごいミニオンっぽいと思います。あとディスピカブル・ミー・ミニオン・メイハムはスクリーンライドじゃないですか。それと反対にこの新しくできるヴィランコン・ミニオン・ブラストはシューティングゲームなので、2つの違う種類のアトラクションがあるのはバラエティがあってすごくいいと思います。あとこのコンセプトアートを見るからにこのモデルの子たちはなんか歩く歩道みたいなのの上になんか立ってるので、これはなんか普通のシューティングゲームのアトラクションとは違ってなんか立ってシューティングするゲームなのかなと思います。私は立って乗るシューティングゲームは体験したことがないので、このアトラクションがどんな感じになるのかすごく楽しみです。そしてですね、ディスピカブル・ミー・ミニオン・メイハムの身長制限は102センチなんですけど、なんとこの新しいアトラクションは身長制限がありません。なのでとってもファミリーフレンドリーです。102センチもそんなにすごい高い身長制限っていうわけではないので、このミニオンランドは全体的にとってもファミリーフレンドリーになります。しかしですね、このヴィランコン・ミニオン・ブラストは誰でも乗れるわけではなく、自分で立てることが条件になっています。さっき言ったようにこのコンセプトアートを見るからにこれはなんか立って乗るシューティングゲームアトラクションみたいな感じなので、自分で立てないとこのアトラクションには乗ることができません。自分で立つことができる小さい子供は乗れるけど赤ちゃんは無理ということですね。そしてさらにこのアトラクションはただのシューティングゲームでなく、アプリで自分のスコアを見たりブラスターをカスタマイズしたりすることができます。それでは次にミニオンランドのお店についてです。ヴィランコン・ミニオン・ブラストを出るとイーヴィル・スタッフというギフトショップを通って外に出ます。
そしてここではミニオンやヴィランコンのお土産やおもちゃやアパレルなどのグッズをショップすることができます。ちなみにディスピカブルミーミニオンメイハムを出た後にもスーパーシリースタフというミニオンのギフトショップがあるので、ヴィランコンミニオンブラストを出た後にもディスピカブルミーミニオンメイハムを出た後にもミニオンのギフトショップでショッピングをすることができます。それでは次に新しくできるミニオンカフェについての情報を皆さんとシェアしていきたいと思います。しかしその前にここまででこのビデオを楽しんでくれているならビデオにいいねをよろしくお願いします。そして今後のディズニーやユニバーサルニュースを見逃さないようにまだの方はマークサイロストインワールドにぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではミニオンカフェについての情報をシェアしていきたいと思います。実はミニオンカフェはユニバーサルスタジオハリウッドにもあるんですけど、ユニバーサルスタジオフロリダにできるミニオンカフェはこのハリウッドのミニオンカフェとは違うメニューを提供するみたいです。そしてフロリダのミニオンカフェはミニオンとディスピカブル B のフランチャイズに出てくるキャラクターをモチーフにした約20種類以上の食べ物や飲み物を特集し、楽しいダイニングエクスペリエンスになります。今のところ全てのメニューはまだ公開されていませんが、ミニオンカフェにやってくるいくつかのメニューは公開されました。そしてここではキッズフレンドリーなオプションからビーガンオプションまで揃っていて、子供から大人まで誰もが楽しめるようになっています。しかもこの公開されたいくつかのメニューを見るからにとってもミニオンっぽい感じでとっても可愛くて見た目もとってもいいです。なのでミニオンカフェがオープンしたら試してみるのがすごく楽しみです。あとですね、ダイニングエリアについてなんですけど、ミニオンカフェには3つの違うシーティングエリアができるみたいです。まず1つ目はキッチンです。ここではミニオンたちがミニオンズカフェのメニューを料理するのに使う料理器具を見ることができます。そして2つ目がブレイクルームです。ここはオフィスの安全のための Tips やいたずらアイテムが入った自販機などがあるミニオンたちの休憩所で食事ができる場所になっています。そして3つ目にダイニングルームです。ここではミニオンたちのカラフルなアートが飾られた空間でお食事を楽しむことができます。そしてこれらのシーティングエリアに加えてアウトドアパティオも設置されるので、外で食事をしたかったらアウトドアパティオで食事をすることができます。またダインインしない場合、ダインインは店内での食事のことなんですけど、ダインインしない場合はウォークアップエクスプレスウィンドウというところから皆さんのオーダーを受け取ることができます。そしてこのウォークアップエクスプレスウィンドウを使うと、名前の通り素早く皆さんのオーダーを受け取ることができます。しかしこの場合はダインインの場合と違いメニューに限りがあるので全てのメニューから選ぶことはできません。しかしダインインする場合は全てのメニューから好きなものを選ぶことができます。そしてこのミニオンランドにはイルミネーションズミニオンズカフェの他にもなんとベイクマイデイというお店も設置されます。そしてこのベイクマイデイが何のお店なのかというと、このコンセプトアートに書かれてある屋根にある巨大なピンクのカップケーキがヒントになっています。そうです、これはスイーツのお店です。ベイクマイデイではカップケーキ、マカロン、スモアなどミニオンがテーマのスイーツを購入することができます。またスイーツに加えてアパレルやぬいぐるみやキーチェーンなどいくつかのミニオンのグッズも販売されるそうです。そしてミニオンといえばバナナですが、ポップアナナというポップコーンが売られるキオスクも設置されます。これはユニバーサル・スタジオ・ジャパンにあるバナナ味のポップコーンを売っているスタンドと同じ名前で、オーランドのロケーションでもバナナ味のポップコーンが販売されます。またここではレギュラーポップコーンやミニオンのポップコーンバケットを買うこともできます。そして次に4つ目のミニオンランドにやってくる食べ物のロケーションですが、フリーズレイポップスです。フリーズレイポップスではグルーやミニオンやベクターがモチーフになったポプシクルを買うことができます。ちなみにポプシクルは棒付きアイスキャンディーです。またこのロケーションではいくつかの飲み物も販売されます。それではここまででなんと4つの食べ物のロケーションを紹介しましたが、すごいたくさんの食べ物がやってきますね。このミニオンランドにはキャラクターとのミート&グリートのロケーションもオープンします。イルミネーションズシアターではミニオンやグルー、マーゴ、エディス、アグネスなどのキャラクターと会えるほか、映画シングのキャラクター、ロジータ、グンター、ジョニーにも会うことができます。また他のキャラクターはミニオンランド全体にできる壁画やフォトオポチュニティで見つけることができます。それでは以上が今のところ公開されているこの新しいミニオンランドについての情報になります。もしこのビデオが少しでも参考になったらビデオにいいねをよろしくお願いします。
そしてビデオの途中でも言いましたが、私たちはディズニーやユニバーサルについての情報を配信したり、旅行に行った時のブログを配信したりしているので、もし興味があればチャンネル登録をよろしくお願いします。そして私たちが新しい動画をアップした時に、それらを見逃さないように、このチャンネルの通知をオンにしておくことも忘れないようにしてください。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。Make today magical! Bye!